はじめまして、アップアップガールズカッコカリの森崎です。Are you ready? 26歳です。アップアップガールズはライブがみんなライブが大好きで、ファンの皆さんからはライブアイドルと言われています。たくさんのライブをやるアイドルです。Bonjour, je m'appelle Sakimori, j'ai 26 ans. On est appelé Multi par japonais. Je fais partie des Apple Girls Kakokari. On est appelé Live Idol parce qu'on adore faire du concert. Et un jour, je veux aller en France avec mon groupe pour faire du concert.大丈夫でしたか？よかった。私はモーニング娘。が大好きで、モーニング娘。になりたかったんですけど、ハロプロエッグのオーディションを受けた時にはまだモーニング娘。のオーディションを受けれる年齢じゃなくて、なので少しでもモーニング娘。大好きなモーニング娘。に近づきたいなと思ってハロプロの研修生のオーディションを受けました。ハロプロエッグは結構モーニング娘。さんとか先輩たちのバックダンサーをすることが多かったんですけど、私たちがハロプロエッグだけで初めてライブコンサートをした時があって、初めてハロプロエッグだけでステージに立ってマイクを持って歌って踊った時にはすごく嬉しかったです。バックダンサーをしてる時にはどうしても後ろで先輩の背中を見て踊ることが多かったんですけど、この新人公演はファンの人がハロプロエッグの私たちだけを見に来てくれるっていうのがすごく嬉しくて、最初の新人公演はすごく印象に残ってます。アップガールズ過去仮になったメンバーは一回ハロープロジェクトをクビになったリストラクビになっちゃった子たちの集まりなんですけど、はい、でもスタッフさんがまだまだ可能性があるんじゃないかって集めてくれたのがアップアップガールズで、6人7人が集まってアップアップガールズが結成されました。はい、よかった、本当によかったですアップアップガールズ過去仮はすごくライブが激しくて、私たちはよくノンストップライブをたくさんするんですけど、2時間ノンストップだったりとか、あとは2018年には、全81曲約8時間のライブを1日で8時間のライブをやりました。体力にはすごく自信があって、すごくアグレッシブなライブパフォーマンスが、ファンの皆さんが好きって言ってくださって、はい、ノンストップライブをたくさんやっています。演技することもとても好きです。最近はそんなに舞台とかドラマとか映画とかのお仕事はそんなにないんですけど、もしお話をいただければ私もまたチャレンジしてみたいなとは思いますし、それこそハロプロエッグの時に主演でミュージカルをやらせてもらって、その時は本当にたくさんの刺激をもらいました。もともとはアップアップガールズ全員でジムに通っていて、それはライブがすごく激しいので怪我をしないための体作りということでジムに通ったんですけど、私もともとトレーニングするのがすごく苦手なんですよ。なんですけどトレーニングして体が引き締まってくると、すごい以前同性の方から女性の方からも男性の方からも森崎かっこいいって言ってもらえて、私もだんだんいろんな方からかっこいいっていう声も憧れの声ももらったし、自分も鍛えるのがだんだん好きになってきて、今やたくさんトレーニングして美ボディをさらに目指してます。
ンス語の勉強は大学に通ってたんですけど、大学に通ってる時に少しだけ授業で勉強して、でもその時は本当に全然、今もですけど全く喋れなくて、私が今までに2回フランスに1人で行ったことがあるんですけど、旅行行ったことがあるんですけど、初めてフランスに行った時にカフェとかで注文とかをしようと思って、本当に少しのフランス語を喋ったら喋れないんだろうなって思われて、全部英語で返されたんですよ。それがすっごく悔しくて、初めてのフランス旅行から帰ってきて、私はフランス語も話せるようになりたいと思って、自分でフランス語の学校を、日本での学校を探して通い始めました。今はフランス語の学校には行ってないんですけど、そうですね、ちょっとずつ独学で勉強したりしてます。もともと好きになったきっかけは、両親が、お父さんとお母さんが新婚旅行にフランスに行ったみたいで、お母さんがすごくフランスが好きで、ベルサイユ宮殿にずっと行きたいって言ってたのが新婚旅行で叶ったっていう話を私が子供の時に聞いて、お父さんとお母さんがいたフランスってどんな国なんだろうって思って、ガイドブックとかをたくさん見て調べたら、どんどんフランスが好きになっていって、フランスが好きっていう気持ちで、まずはフランス旅行、大人になってからフランス旅行に行って、その建物とか、本当に建物とかいろんな宮殿とか美術館とかを見て、もう本当に素敵な建物もたくさんあるし、フランス人も、すごく上品で自分らしく生きているフランス人の方々、素晴らしいなと思って、改めてフランスが好きになって、プラスフランス語を勉強し始めたっていう感じです。パリもリヨンもどっちも好きなんですけど、リヨンに行った時、ビューリヨンに行った時にザ・フランス、これぞフランスっていう感じがして、レンガの道だったりとか、レンガの建物、すごいしかもカラフルで、あとキャフェもいっぱいあって、私が思い描いてたフランスがビューリヨンにあったっていう感じで、リヨンには4日間か5日間いたんですけど、ほぼほぼ毎日、ちょっとホテルからは遠かったんですけど、毎日ビューリヨンに通ってました。いっぱいあるんですけど、本場のガレットを食べにブルターニュ地方にも行きたいですし、ワインを飲みにポルトにも行きたいですし、あとはニースにもやっぱりフランスの海を感じにニースにも行きたいですし、フランス語の先生がプロヴァンスの出身の方で、ラベンダー畑、ラベンダーがすごく綺麗だから森崎さんに見てほしいって言ってくださっていて、プロヴァンスに行ってラベンダー畑も見たいです。だからもう行きたいところがたくさんありますね。はい、もう数えきれないぐらい持ってるんですけど、今日ちょっと写真撮ってきたんですよ。ちょっといいですか？そうなんです。これは私の友達がナミが描いてくれてデザインしてくれた。可愛いですね。このぐらい、もうちょっとあるんですけど、結構いろんなスノードームだったりとか、スノードームがとっても好きで、スノードームの中にエッフェル塔とか凱旋門が入っているものとか、あとシールとか、そうですね、マグカップ、はい、マグカップとかも数えれます。数えられますね。いっぱいあります。はい、そのぐらいフランスももちろん、あとエッフェル塔も大好きでたくさん集めてます。すごく見てるわけではないんですけど、何個かフランスの映画を見て、昔アメリも見たし、あとは最強の2人見たし、最強の2人のそのチームが作っている作品の大人の恋の測り方っていう映画がフランスの映画があって、
っぱり、その中で一番好きなのは最強の2人が好きだなって思いました。音楽だったら、ビッグボーエオリのダメドメージキヌベのエラって曲知ってます。もう聞いたりします。エラが一番すごく好きで、はい、しょっちゅう聞いてます。いやフランス語でちょっとですけど、すごくとか、そしてほとんどとか、なんかそういうちょっとしたことをフランス語で話すようにはしています。あとはフランスのファンの方々とか、あとその世界中のファンの方々ってやっぱり日本が好きで日本のアイドルも好きになってくれる方たくさんいらっしゃるので、日本語も勉強してきてくださるんですよ。だから今日楽しかったですって言ってくれたりとか、ありがとうございましたって日本語で言ってくれたりとかすると、もちろんフランス人の方だったらフランス語で喋りたい気持ちはあるんですけど、日本語で喋りかけてきてくれるので、あえて私も日本語でお話しするようにはしたりしています。バップガールズカッコカリの森崎です。私たちは日本では本当にたくさんのライブをたくさんしてるんですけど、いつか絶対に、フランスをはじめ、世界中でライブができる、アイドルになりたいなと思っています。私は思うんですけど、アイドルももちろんそうだけど、音楽に国境はないと思っているので、きっとバップガールズカッコカリの音楽を、フランスの方々、そして世界中の方々も好きになってくれると信じて私たち歌い続けているので、いつか世界で、そして大好きなフランスでライブができるように頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。